手を殺す技、はいはい。手を決める技、逆に足を殺す技みたいなのどうですか？好きな足殺し。まあこんだけ振っといてなんですけど、やっぱり4の字なんですけど、昔バッファロー五郎、ライブを見に行った時にバッファロー五郎さん出てはってんけど、その時のネタが男たちの熱い攻防っていうので、4の字かけて裏返りそうで裏返れへんっていうのを2回やるだけっていう、めちゃくちゃ俺を笑うてもうて俺でもそれ伝わらんな裏返った痛いっていうことを知らんと。舞台で4の字やったら見えへんねん。足殺しで言うと、足関節技にまあなっていくと思うんですけど、そのつなぎが多いのが僕は好きで、ニークラッシャー。相手の膝を持って抱え上げて、自分の膝の上に落とす。自分もありたいよな。みたいでしょうね。昔のレジェンドぐらいの人がようやってるね。リック・フレアとかがようやってるんですよね。で、派生で鉄柵に落として、ね。あれは痛い。俺やられたことないけど。鉄柵技は俺どうもな。あれは痛いわ、もうやられた人の意見。そうやね。いやけどもうやられたことないけど、わかるやん。あれは痛いって。G1 の内藤哲也対、ケニー・オメガ戦で、ケニー持ち上げて鉄柵やるんかなと思ったら机に行くんですよ。はい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 。だから、内藤哲也の膝が机突き破って、100% な膝でもそれやられたら 0% だ。で、ただでさえもうマイナスぐらいの人が、膝にさ、ニーパッド当ててるやん。人によって分厚さちゃうやん。なんかリカちゃん人形にちくわつけたぐらいの分厚さのごっついやってる。あれやってる人がちょっとニーパッド下にずれとったら、上げてって思ってもらう。ニーパッド上げて。気になる気になる。上げてと思う。飛び技行くまで、いや、ちょっと下やでちょっと下やで上げやと思う。あとあれ意外と足しんどいやろって、コーナーに逆さで貼り付けられた時に、コーナーポストの支柱というか、金具のところに足グイーンって挟まれるみたいな。あれ結構決まってんじゃん。だから、外れへんように固定されるやつね。足痛そうって思う。あれ固定されて結局なんか画面にスライディングやられるやん。で、スライディングやられてようやく解けるやん。衝撃でね。衝撃で。で、大体そういう時って、もう、矢野徹が外してない。外してない。そういう時のコーナーって大体矢野徹が外したとこでやられがちのような。親日すぎるやろ。僕は貼り付けにして、逆サイドのエプロン行って、トレイン攻撃で、膝を入れるっていう中村選手けど好きですけどね。どこに入れんのあれは。腹っす。むき出しの腹に。腹に膝なんか入れたら、もうこれはもう義務教育や。ほんまに。人死ぬ。ほんまに。内臓がね。内臓破裂しよる。パンチちゃいますからね。膝ですから。膝やね。ムエタイでもやっぱ、肘は切る技。膝は、効かす技やからな。膝でも信じられへんぐらいでかい膝のやつおるしな。おれへん、なんか。膝でかいなってあんま気になったことない。俺過去に一回だけ一人だけ一緒にゴルフ行って風呂入ってお前膝むっさでかいな言うたやつおって。いや一人でかかったんですか？見たことないあんな膝。うわほんな2向きっすね。2向きやわ。いろんな場所を使うのが好きで、コーナーの奥の鉄柱のところまで引きずっていって、場外から足持って鉄柱にバーンってそっから鉄柱挟み4の字。あれめっちゃ好き。あれいいですね。ジャンプしてかけるやつ。鈴木みのる選手とかがセカンドロープぐらいからセカンドロープとサードロープぐらいからこうアキレスでもう場外まで反るみたいな。人の足そこまで曲がらへんし。アキレス関係ないな、そこまで。足ごとみたいな。足骨や。ズバンって取れるかもしれないですよね。つけねえからね。まあ、ファイプロとかで言うと、最強の足技って、クロスヒールホールドやったと思うんですよ。ああ、そうやな、ヒールホールド。ボルクハンド。5個でやってもめっちゃ痛い。痛いよ。けどヒールホールド、自分の肘の内側にヒールかけてグイってやるだけやねんけど、まあだけじゃないけど、
あれは遊びでやったらあかんと思うのは、膝ブチブチブチっていうかヒールホールドはそうなんですよ。普通のヒールホールドは。人体っていうか、そっちを曲げる技なんで、やばいんですけど、クロスヒールは、足をクロスにしてやるんですけど、あれは、アキレス腱。アキレス腱の圧迫。アキレス腱の圧迫やな。だから、多分そういうこういうやつな。分かれへん。フィギュアでできる気せんな。だから、こうやるやつな。俺あれよう親父にかけとった。なんで親父にかけてる？どのシーンでかけるのやめよ。キーロックとか。何かと親父にかけるな。一番かけやすかった。親父だいぶ手足長ないとそんなかけやすいとかないんすよ。クロスヒールが、すごい技やな思ってたんですけど、プロレスラーの方で使ってる長谷博士だったと思いますよ。クロスヒールホールドは。変形クロスヒールが決まり手は、ジョシュ・バーネットが、そうやね。はい。フィニッシュで使ってましたね。クロスヒールっていわゆる交点、足と足が交わる点がずれた4の字みたいなもんやからな。これはまあ、アメリカの方でよう見るけど、倒れた相手にパイプ椅子を足にかまして、で、椅子をストンピングするっていう。シンプルに痛そうやな、あれな。椅子を引っ掛けて足に、椅子でしばくっていうのは、あれ腕も首もあるんですよね。椅子ってよ、うまいこと使えたら面白いですよね。面白いな。まあ、エリゲレロなんか、相手に椅子渡して反則勝ち取ったりするからさ。TLC マッチってあるけど、テーブル、ラダー、チェア。これってもう一個一個喋れますよね。そうやな。俺、もう、怖いのはラダーが一番怖い。しかも、アメリカのプロレス出てくるラダーって、下手したら3階の窓拭けそうなぐらいの出てくるやん。むっちゃ高いっすもんね。男の人って絶対、脚立は乗ったことあると思うけど、脚立の怖さ知ってたら、まあ怖いっすよね。しかもあんな高いやつな。一番上で立つなって絶対書いてある。結構きついよね。一番上の手前で技の掛け合いしてるじゃないですか。あんなもん絶対できないじゃないですか。あかんて。ケント選手もね、それで大怪我されたし、あんな落ち方、やっぱ予想外の落ち方するんですよね。あんだけだって。次の収録はじゃあ、どれかしましょうか。TLC のどれかしましょう。テーブルが一番歴史浅いんじゃん。歴史で言うと多分 100% チェアやろ。長いの。で、その次、ショートして、ラダーや。あれも初めっから用意したら無理やん。でもテーブルが一番最近ってこと？と思うねんけどな。なんか椅子で攻撃しました、ラダーマッチしましたけど、テーブルをこう、場外になってそこに落として、相手を落として、割るなんて、ここまで見たことなかった。じゃあ、次は、それを調べた上で、じゃあ、始めます。これ、歴史調べたいな。僕らの勉強にもなりますよね。蛍光灯の方が、実はこれより最近やったみたいなのあるかも。蛍光灯はめっちゃ最近の気しますけどね。その歴史で言うとね。この25年ぐらいやろな。どうする？実はルーテーズが一番最初にテーブル使ったとかだったら、ルーテーズか出てくるかもしれない、ね。ある可能性あるもんな。最終そっからかけ離れすぎちゃいます。やったら。今ちょっと企画会議的なテーマで、これはちょっと一回考えてからがいいかなと思ったんですけど、漫画とかで、まあ僕描いたタフとかなんですけど、実在の選手のモデルのキャラクターってあるじゃないですか。それが、こことここが戦ってるみたいなのを漫画で描くというのあるやん。でもそれは実際に行われてない。夢のカード。夢のカードって、どの漫画からどういうのが出てんねやろとかをね。それは僕強いです。僕強めなんですけど。ちょっとわからないんで。それ、今度、じゃあ私。漫画版夢のカード。まあ言うたら、とある漫画の A っていうプロレスラーと B というプロレスラー。けど、主人公は、別でもいいです。もう、その A と B に、もうクローズアップして、まあ、一冊漫画になったっていう。で、それには、いろんな人の人生を関わる。まあ、軽くしかそういうのもあるから、けどそれって、プロレスファンからしたら、俺らぐらいの古いプロレスファンからしたら、わかるわ。っていうので、
ほんまにプロレスファンが書いたであろうっていう感じの、まあ架空の話であるけども、読んでほしいなと。そっからもうぜひこれ見てみてっていうのに、ねなってもいいし。漫画の方はこうやったけど、3人で想像してみて、ほんまはこんな戦いになるんちゃうっていうのも話しても面白いですね。今思うとこうなるんちゃうとか。とりあえず宿題としては TLC につ TLC いっててちょっと使ってるけど、で、あと、漫画における夢のカード。とりあえずこの2つに。進むな。新しいデスマッチ。新しいデスマッチね。ニューデスマッチね。ニューデスマッチ。で、言うた後に、このミスターデンジャーのカードを見て、ありますってなる。もうありますこれ言うて。ピラニアありますいやいや、タランチュラも。ちょっとこれ邪魔やな。いただいてるんで、邪魔ではないですよ。せっかくの企画潰しやな、この邪魔ではないわ。なんちゅうこと言うんや。そんなこともう、この人のせいで、デスマッチ、新しいデスマッチ出てけんのかまだまだあります。ひねり出しました。そんなことで今日は。ありがとうございました。行きましょう。ありがとうございました。チャンネル登録。いや、俺が言うねん。あ、そうやな。チャンネル高評価お願いします。あと、好きな足殺しあれば、コメントでお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。Mandando el drama en el ring va acelerando, recuerda bien Restaurant Hormón cantando.